皆さんこんにちは、ガジェログです。今日は Google I/O が行われまして、そこで発表されましたデバイスの中に Google Pixel 6の 6A がありましたので、このスマートフォンの情報を今分かっている範囲でお伝えしたいと思います。いやー、出てきましたね。この夏発売予定とありますね。もうすでに暦上では夏になって立夏を超えていますので、日本ではいつ発売されてもおかしくない頃になっていると思います。つまりもうここ1ヶ月2ヶ月で出てきてもおかしくないわけですね。では実際どんなスペックになっているのでしょうか。今分かっている情報かなり少ないんですけどもね、お伝えしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ということで、まず価格が出ていますが、ここですね、53,900円よりと書いてあります。デザインをちょっと見てみたいと思います。このディスプレイのサイズを見ますと、一回りちょっと小さいかなという感じがします。そしてセンターパンチホールのフロントカメラになっています。ここの部分を見ますとですね、5G になっていますので、デバイスとしては 5G 対応になっています。背面のデザインはこの6と6 Pro に関しまして、このかなり出っ張りがありましたが、だいぶ引っ込んでいるような感じがしますね。この辺りはなるべくフラットな感じがいいんじゃないかなと思います。そしてカラーリングになります。セージでチョークですね。グレーがかったホワイトって感じでしょうかね。そしてチャコール、グレーに近いブラックっていう感じなんでしょうか。この3色展開になっています。そして驚きの速さとセキュリティを実現したお手頃価格の Google スマートフォンとあります。搭載されている SoC は Google Tensor になっています。Pixel 6 Pro と同じ頭脳を搭載ということで、この辺はやっぱり自社で開発したチップが載っているっていうのは嬉しいですね。やっぱり価格の違いっていうのはそんなないんであれば、そんなにたくさんのテンサーシリーズ作るよりも安く提供できるのかなという感じがします。そしてバッテリー駆動に関しましては24時間以上持続するバッテリー、よく使うアプリを認識して優先的に電力を供給し、使用率の低いアプリへの電力供給を制限します。 Google Pixel の自動調整バッテリーならスマートフォンを長時間たっぷりに使えますとありますね。そして最大72時間までバッテリーが長持ちします。スーパーバッテリーセーバーで使いたいアプリを選べば、残りのアプリは Google Pixel が自動的にオフにします。これはですね、バッテリーが減ってきた時の機能としてはいろんなスマートフォンもやってますね。そして接続するだけで急速充電ということで、有線での急速充電に対応しています。わずか数分の充電だけで数時間スマートフォンを使用できますとありますね。何ワット充電なのかはまだ出ていませんね。カメラの機能にありますけども、顔ぶれを抑えて鮮明に撮影ということで Google Pixel のカメラ機能は本当に強いですよね。ソフトウェアでの処理っていうのが非常に強くなっていますので、おそらく相当綺麗な写真が撮れるのではないかなと思います。そして、写真に写り込んだ不要なものをあっという間に消去ということで、後ろのここの部分のことは消えましたね。今ね、消しゴムマジックが使えるようになっています。そして暗い場所でもはっきり鮮やかな写真を撮影ということで、この手前の方と奥の方もはっきり写ってますよと歌っています。Google Pixel 限定ですよとありますね。そして本来の肌色を美しく再現するリアルトーンということで、リアルトーン、肌の色の微妙な違いも美しく正確に再現することができます。そしてセキュリティ保護とプライバシーを簡単に管理とありますね。水に強い、防水機能に対応してますということですね。IP67 に準拠した 6A は水に濡れてもホコリがついても問題ありませんとありますね。これから雨が多い時期にとってはいいですよね。そして安全対策とセキュリティを内蔵、ハードウェアレベルのセキュリティ対策追加されたチタン M2 チップと Google Tensor Security Core により、セキュリティの脅威から Google Pixel を確実に保護しますとありますね。タッチだけでロックを解除とあります。安全で信頼性の高い指紋認証によりスマートフォンのロックを解除できますと。ここに親指をディスプレイに当てていますので、画面内指紋認証に対応しているということが分かります。そしてソフトウェアですね。あなただけの Android 体験ということで、カスタマイズできる Google Pixel インターフェース、マテリアル U 機能でやりたいことを素早く簡単に完了できますと。お気に入りの壁紙画像を選べば、それにぴったりのテーマカラーを Google Pixel が自動で選択しますとありますね。そして必要なタイミングで必要な情報を表示ということで、これは Google のウィジェットの部分ですね、グランスっていうのがあるんですが、おそらくその機能がここに普通のデフォルトとして積んでいるという感じになっているのかなと思います。 Google Pixel のスナップショットで便利な情報を確認できます。ヘッドホンを接続すると、最近聞いたプレイリストが会議があればカレンダーの通知が表示されますとありますね。この辺ちょっと違うところですね。
プレイリストが表示されるっていうのが Google のグランスではありませんので、私が見る限りではちょっとこういった体験がありませんので、これはちょっと新しいのかもしれませんね。そして言葉をリアルタイムで翻訳ということで、これはやっぱりいいですね。Google Pixel 限定の機能で文字起こしという感じで、これはいいですね。11の言語でチャットしたり実際の会話を通訳したりということができるようです。加えて進化し続ける Google Pixel ということで、ソフトウェアの自動アップデートの形で新しい機能、使い方のヒント、アプリが数ヶ月ごとに追加されるよとあります。ということで、過去に発売されたデバイスと比べてみますと、そうですね、やっぱりだんだん小さくなっている感じがして、6A に関しましては一番上の6 Pro に対しては一回り小さいですよね。ざっと詳細が出ています。画面サイズが 6.1 インチになっていて、最大リフレッシュレートは 60Hz になっていますので、やっぱりこの辺の機能は省いているわけですね。6 Pro に関しますと 120Hz 対応していますので、やっぱりこの辺はちょっと抑え気味になっています。そしてディスプレイは OLED になりますが、有機 EL ディスプレイになっています。メモリーに関しては 6GB が最大容量になっていますね。上位モデルは 8GB、12GB になっています。ストレージは 128GB のモデルしかありません。そして背面カメラは1220万画素のカメラになっていますね。そして1200万画素のウルトラワイドになっていて、二眼カメラになっています。そしてフロントは800万画素のフロントカメラになっています。そして材質に関しましては、無印の6と同じ材質の合金フレームが採用されています。そしてガラスカバーに関しましては、コーニングのゴリラカバー、ゴリラグラス3が採用されていて、残念ながらビクタスには採用されていません。これ最強ガラスと言われていますけど、ビクタスには対応していませんでした。そしてバッテリーですね。4410mAh になっています。これに関してはサイズの割に結構積んできたなという感じがしますね。そしてよくある質問のところをですね、ちょっとざっと見ていきたいと思いますが、SIM フリーですよとあります。そして eSIM にも対応しますね。Google Pixel 6a を購入した後に通信会社を接続する場合は、携帯通信会社に連絡して eSIM を有効化する必要がありますとありますので、おそらくナノ SIM、物理 SIM と、そして eSIM にも対応しているという感じがします。そして 6A には何が付属していますかということで、 USB-C、USB-C のケーブル、 USB2.0 規格のものが入っています。 30W の USB-C 充電器は 6A には付属してませんよと書いてありますので、別途ご用意くださいということですね。そして詳しいねスペックに関しましては、気になる部分ですけども、メモリのストレージ部分になりますが、メモリは 6GB の LPDDR5に対応しています。ストレージの 128GB には UFS3.1 に対応していますので、やっぱりね非常にサクサク動くんじゃないかなと思います。そして背面カメラの機能の一つになりますが、光学式および電子式手ブレ補正機能がついているということになります。これいいですね。やっぱ光学式入っているとソフトウェアで処理したものではありませんので、やっぱり自然なその手ブレ補正が効いてるんじゃないかなと思います。加えて接続性と位置情報とありますが、 Wi-Fi6 に対応しています。これも新しい規格ですので、これは嬉しいですよね。そして Bluetooth は 5.2 に対応、 NFC、Google Cast、位置情報に関しましては GPS、GLONASS、ガリレオ、QZSS、ベイドということで5種衛星測位に対応しています。ネットワークに関しましては 5G の Sub6 に対応ということで、ミリ波には対応していません。 LTE バンド 4G に関しましては、ほぼ日本のキャリア全てに対応していると思われます。こんだけ入っていますね。そしてここですね、フェリカにも対応しています。これもやっぱりいいですね。で、最後に付属品の確認になります。本体、クイックスイッチアダプターとあります。SIM ピン、そして USB-C、USB-C のケーブルになっていますね。1メートルになっています。というわけで今回 Google Pixel 6a ですね、新しいデバイスについてご紹介しました。もうじきね近々出るんじゃないかなという気がします。これまでね Pixel 6と Pixel 6 Pro がね出てきましたけども、やっぱそちらは価格としてはいい価格帯になっていましたので、この安く出てきたモデルっていうのは今後売れてるんじゃないかなという気がします。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。